シリウス王朝の異議労働者、別名センチネルは、金採掘の輸送任務中に宇宙の禁断の領域に入り込んでしまったのだ。その際、彼らはアーコンの精神に感染したと言われている。その後、彼らは地球人の女性を強烈に欲するようになった。200体の異議は共に誓いを立て、地球に来て人間の女性を妻として拉致する密計画を立てた。地球に降り立った異議は、延期の息子マルジュクの結婚式に出席するため、シーダー山脈の南端にあるヘルモン山にあるアヌンナキの施設に降り立った。山には、神々しか立ち入れない場所を意味するバールベック上陸地点と呼ばれる巨大な台があった。マルジュクの婚礼の後、イギーは200人の人間の女性を誘拐し、その女性たちに子孫を残すことを要求した。彼らは地上の女性に様々な魅力と魔法を教え、イギーの妻たちは天使と人間のハイブリッドを子供として生み、惑星レベルで大混乱を引き起こしたのである。イギーは遺伝子操作の達人でもあり、動物や人間を遺伝子合成し、地球上のすべての肉を汚染し始めた。このセンチネルの邪悪な子供たちは、地球全体が完全に汚染されるまで続いたので、アヌンナキ最高評議会は抜本的な措置を取ることにした。この200人のイギーはアヌンナキ当局によって裁かれ、堕天使の烙印を押された。エンリルはこれらの堕天使を地球上の70世代に対する罰として地球の下層部に追放した。それから間もなく約12500年前、ニビルは3600年の軌道で地球の太陽系を移動した。当時のシリウス王朝の有力科学者たちは、巨大惑星ニビルが地球に大接近するという地球にとって運命的な宇宙天気予報を発表したのである。邪悪なハイブリッドジャイアントチルドレンをどのように地球から排除するか、評議会が議論を重ね、エンリルが延期の地上の人々に対して訴えた後、不信アヌは大洪水の水によって全ての生き物を一掃するために地球の災難が来ることを知らせないことを確かに決定したのである。人類の運命が決まった後、延期は来るべきものから人類を救うために全力を尽くした。そして大洪水後の地球を再生させるために、愛する人類の創造物であるノアとその家族、そして地球上のすべての DNA のサンプルを密かに救出することに成功したのである。その後、翼を持つ赤い大破壊船ニビルが地球に接近し、その磁力は非常に強く、地球を完全に追い越してしまった。神々が地球の上の宇宙船から見ていると、北と南の巨大な氷のシートが海に突入し、強大な海が空に向かって6マイル上昇しました。この大洪水によって、氷河期は突然終わりを告げ、人類と地表に存在するすべてのものが一掃された。大洪水後の最初の時代には、水が引き、乾いた土地が現れました。シリウス王朝は地上に降り立ち、直ちに都市と世界的な金鉱帝国の再建に取り掛かった。延期の息子ニンガジダ、トトは、ケムの地に新しい宇宙港を建設するよう命じられ、エクル、偉大なる山、別名エジプトの大ピラミッドと呼ばれた。延期が人間の創造物について不満を漏らすと、一族の間で地球で起こったすべてのことについて多くの議論が交わされました。エンリルは熟考の末、アヌンナキがまだ労働者を必要としていたため、人間を再び作ることに同意しました。フ王アヌは、この新しい地球人は前任者よりも繁殖力が弱く、寿命が短く、意識が低いということに同意し、記録しました。彼らは、新しい地球人が何が起こったかを決して学ばないようにしたかったのです。また、統治権はシリウス王朝から地球人との混血の統治者に移されることが規定されました。アヌは、このハイブリッド人間の王と呼ばれる人々に、地球上に高度な社会を構築するためのシリアの知識をすべて与えることに同意した。ただし、これらの人間の王はニビルの安穏な上級指導者に対して、
完全に責任を負わなければならないという条件でした。延期のもう一人の息子マルジュクは、この地球での任務全体において常に地球でのリーダーとして拒絶されたり見落とされたりして不当な扱いを受けていると感じていました。そのため彼は自分の扱いを非常に苦々しく思い、自ら権力を握ることにしたのです。これらの成形生物は戦争になると人間よりひどくなり、しばしば自分たちの種族と戦い、ひどい破壊をもたらすことがあった。シリアの星の一族同士の争いが増え、地球ではソドムとゴモラのシナイ半島の戦いで大量破壊兵器を使ったエンリルとエンキの一族の間で大戦争が起こり、多くの人命が奪われた。シリア王朝はやがて人間とのハイブリッドな血統の王を残して地球を去りました。ヘルモン山の守護者たちが70世代の罰から解放された後、長老アヌンナキは彼らに自分たちを贖う機会を与えた。シリアの支配者は彼らに新しい人間の王を補佐して地球の事業を発展させるよう命じた。この堕天使と元犯罪者はまだ保護観察下にあり、注意深く観察されていた。彼らが地球から逃げ出さないように地球の周囲にエネルギーフィールドが設置され、閉じ込められることになった。これらの堕落した生物はどうせ地球に閉じ込められているのだから、自分たちのために楽しい遊び場を作るために地球を支配した方がいいと考えたのだ。もっと恐ろしいのは、苦い息子マルジュクが最終的に地球を完全に支配し、それ以来堕落したイギーと助力者と共に血統のハイブリッド王を彼の支配下に置いたことである。マルジュクは今日も地球を支配している。彼はこの世界の神であり、ショーを仕切っている。もし悪役を探しているなら、彼は究極の盗賊である。この物語にもう一人善人がいるのだろうか。アヌンナキが地球で何をしたかにかかわらず、エンキは人類の真の創造者です。彼はアヌンナキ王朝全体に逆らって人類に高い意識と長寿を可能にする神の選考を与えたのです。シリウス星系のアノーナは一般的に善良な性質を持つリリックヒューマノイドの子孫であるため、全てのアヌンナキが人類に対して悪意を持っていたわけではない。エンキはその典型的な例である。エンキは最初の創造物であるアダムとティアマトをエデンで育て、誰の奴隷にもならないと宣言した。エンリルがこの最初の人類をエデンから追い出すと、エンキは彼らを別の楽園に置きました。12000年前の大災害の時、もしエンキが人類のためにノアを介入させなければ、現代人は存在しなかった可能性があります。エンキは2番目に改良された創造物であるアダパとティティに神聖な知識をすべて教えました。エンキはどのような状況でも慈悲を示し、他の人に利益を与えました。子供たちにとっては最高の父親であり、たとえ行儀が悪くても最大限の愛情を注いだ。さらに、エンキが最初の人間を創造した後、彼は自分の創造物に個人的、感情的に関わり、奴隷制度に対するスタンスを変えました。私たちがエンキを常に評価するのは、彼が人類を慈しむ慈悲深い存在であったからです。エンキは後に、アヌンナキが地球で言ったことをいかに申し訳なく思っているか、そして将来いつか人類に償いをするために戻ってくると約束したと、自らの言葉で書いています。